皆さんこんにちは。今回は田中貴金属工業様の YouTube 広告、金って世界中から集めても国際基準プール4杯分について検証いたします。それではよろしくお願いいたします。報告内容ですが、1から7の通りです。よくまず結論から話すと言われますが、このチャンネルは情報の切り抜きの一人歩きや根拠がない情報で炎上するような状況を防ぎたいという思いで作りましたので、順を追って説明いたします。時間のない方は2倍速でご視聴ください。金について簡単に説明いたします。金属元素です。元素記号 Au、ラテン語のオーラムの略です。原子番号79。特徴1、電気をよく通します。金属元素では銀、銅、金の順に電気をよく通します。電気機器の端子などのメッキにも使用しているため、金が一番電気を通しやすいと勘違いしている方がいます。金は錆びづらいため、銀や銅より高額にもかかわらず、電気機器などによく使われます。特徴2、腐食しにくいです。溶解する薬品があまりありません。金は硬水にしか溶けないと記載されているものがありますが、間違いで、ヨウ素液やヨウ素を含むうがい薬にも溶けます。厳密には水にも溶けます。関東化学という会社から販売されている薬品で、金のラテン語そのままでオーラムというヨウ素系のものがあります。田中貴金属工業さんのプロフィールです。2022年6月4日時点のホームページを参考にしております。日本の企業です。持ち株会社田中ホールディングス株式会社。創業1885年の江島田中商店です。資本金5億円。売上高1兆2510億円。従業員数2453名。事業内容、金属地金、白金、金、銀ほか、および各種産業用貴金属製品の製造・販売・輸出におよび貴金属の回収・生成。最近やっているか分かりませんが、豚のマスコットで純金積み立てコツコツという CM で有名です。また同じ系列のグループ会社で田中貴金属ジュエリー株式会社の直営店銀座田中も有名です。調査の経緯です。YouTube で次のような広告がありました。元は田中貴金属さんのチャンネルに配信されていた3分でわかる備える金の18秒までの切り抜きです。配信日は2019年で、再生回数は2000万回を超えております。知っていますか？実は金って世界中から集めても国際基準プール約4杯分にしかならないんです。金ってとっても貴重なんですね。ところで金といえば資産ですか？とあります。ところで以降は広告の目的である純金積み立ての有用性の話で、金の希少性に関する話はここで終了です。今回の検証に至った経緯は、国際基準プールは25メートルなのか50メートルなのか、どちらか気になったことです。もう一つ、広告のものとは違いますが、タイトルに田中金属と入っているのと、国際基準プールがオリンピックプールになっております。プールの長さを調べるついでに、約4杯分も少ない気がするので、検証しようと考えました。YouTube の規約では、許可なく他人の動画の複製は一部でも認められていませんが、対象動画にショートの作成ボタンがあったので、問題ないと判断し、音声だけですが流します。まず、国際基準プールの方です。知っていますか？実は金って世界中から集めても国際基準プール約4杯分にしかならないんです。金ってとっても貴重なんですね。ところで次にオリンピックプールの方です。知っていますか？実は金って世界中から集めてもオリンピックプール約4杯分にしかならないんです。金ってとっても貴重なんですね。ところで事前調査として、国際基準プール約4杯分の実際の量を確認いたします。田中金属さんの
ホームページに詳細が記載されておりましたので紹介いたします。これまで金が採掘された総量はわずか約19万40トン。これは国際基準プール約4杯分しかないのです。これはワールドゴールドコンシルから引用と書かれております。ということで、実際の数量は約19万40トンと分かりました。さらに、このホームページのプラチナの特徴の欄に、有史以来の総生産量と記載がありました。有史以来とは文字による記録がある時代からということになりますので、実際の採掘量よりも少ない可能性があります。次に国際基準プールのサイズについて確認いたします。日本水泳連盟のプール公認規則2018には次のように記載されております。第2章第1節第16条公認競泳プールの種類・形状。公認競泳プールとは高床50メートルの国内基準競泳プール、高床50メートル国際基準競泳プール、高床25メートル国内基準競泳プール、高床25メートル国際基準競泳プールを言います。以上より25メートルと50メートルの2種類があることが分かりました。深さや幅にもよりますが、25メートルと50メートルでは2倍違うので、単純に国際基準プール約4杯分というのはどうなのかと思います。ちなみに、競泳プール以外に飛び込み、水球、アーティスティックプールがあり、飛び込みは深そうなイメージがありますが、パッと聞いたときには競泳プールを思い浮かべると思いますので、ここでは問題視いたしません。念のため、オリンピックプールのサイズも確認いたします。先ほどと同じ日本水泳連盟プール公認規則2018の第2章公認競泳プール第3節50メートル国際プールを確認いたします。国際プールは国際基準プールとイコールです。この規則において国際プールは全条に定める公認プールのうち国際水泳連盟がオリンピック大会、世界選手権水泳競技大会等FINA が開催する国際競技会の施設の基準として定めた要件を満たしたプールであって、本連盟がそのために定めた要件を満たすプールを言うとあります。ということで、オリンピックプールは当然50メートル国際基準プールも使用可でした。次は第5節25メートル国際プールです。実はこれは先ほどの第3節50メートル国際プールの規則と内容が全く同じなので読み上げません。ということで25メートルプールも使えそうですが、通常競泳ではターンをすると記録が良くなるのでどちらも使えるとは思いません。ちなみに25メートルプールでの競技は単水路、50メートルプールでは長水路といい、これらは別々の記録があります。オリンピックの競泳には25メートルはありませんし、先ほどお話ししたように50メートル国際プールの規則と内容が全く同じだったので、まさかコピペしてオリンピックを消し忘れたということもあるかもしれませんが、一応規則上はオリンピックプールに25メートルも使えることになります。とは言いますが、本当にオリンピックに25メートルプールが使えるのかを確認するために、先ほどから頻繁に出ていたFINA 国際水泳連盟の施設ルールを確認いたしました。英語で申し訳ありませんが、FR2.2 にオリンピックと世界水泳選手権の水泳施設の規則があります。こちらの長さの部分に50メーターというふうに記載があります。さらに読んでいくと、Except for the World Swimming Championships 25 meter というふうに記載があります。これは世界水泳選手権の25メートル競技は除くという内容になります。さらに読んでいきますが、オリンピックの25メートル競技を除くという文言は見つかりません。ということで、オリンピックプールは50メートルのみと分かります。やはり日本水泳連盟は50メートル国際基準プールの規則をコピペしたのでしょうか。大は小を兼ねると言いますし、25メートルが使えなくても使うはずもないので問題ないと思います。気が向いたら日本水泳連盟に確認してみます。次に金の総量は
何メータープール約4杯分か計算いたします。1、水、金の密度を確認。これは20度1アトムの時のものです。1アトムとは海面上の気圧を1とした時の圧力です。ちなみに水の密度は4度が最大で、これを比重1というふうに表現いたしますが、これを使った方が計算が楽になりますが、実はプールの温度にも規則があり、26度以上となっているため、4度の時の密度とは値が違います。そのため20度の時の密度を使います。2、金の総量と同じ体積での水の重量を確認。まず金の密度割る水の密度をすると、金は水の何倍の重さなのかが分かります。これを金の重さで割ると水の重量が出ます。簡単に言うと、もし金が水の2倍の重さだとすると、水の重量は金の2分の1の重さとなります。ちなみに密度は通常グラムパー立方センチメートルで表現されておりますが、金の総量をトンで計算した方が楽なため、トンパー立方メートルで計算しております。ただし、この計算式にある通り、トンパー立方メートルは10の6乗グラムパー10の6乗立方センチメートルとなり、この10の6乗の部分を消すとグラムパー立方センチメートルとなり、単位が同等の値となります。3、国際基準プールの体積と水の重量を確認。まずプールの体積を計算しますが、当然長さ×幅×水深となります。ここで出たプールの体積に水の密度をかけるとプールの水の重量が出ます。この2と3の値が同じになる場合が25なのか50なのかを確認すればいいことになります。ということで計算結果です。金19万40トンの体積と同じ水の体積の重さは9819トン。25メートル国際基準プール4杯分の水の重量は5031トン。50メートル国際基準プール4杯分の水の重さは1万22トンとなり、こちらの値とほぼイコールになります。つまり金の総量は50メートル国際基準プール約4杯分ということが分かりました。ちなみに金の密度と水の密度を比較すると、金は水の約19倍の重さであることが分かりました。次に本題で金の総量19万40トンが正しいか調査いたします。まず調査方法と注意点です。田中貴金属さんのデータの引用元ワールドゴールドカウンシルを確認いたします。2010年から2021年の年次の地上の金の在庫の推定値のデータがありましたので、こちらを提示いたします。こちらには注意書きで2021年の地上在庫にはまだ掘られていない地下在庫推定5万3000トンを含むと記載されておりましたが、内訳を計算するとこれは含んでおりませんでした。理由は分かりませんが、気が向いたら引用元に確認してみます。2、年次の採掘量から計算。こちらは USGS という機関の調査データを確認いたします。1493年から1929年は任意の複数機関の累計の推定値が記載されております。こちらは1936年版の報告書に記載されております。1930年から2021年は年次の報告書が1つずつあるので、こちらを1つずつファイルを開いてデータを取ります。ただし、1つの報告書から複数年数取得している場合はあります。こちらは2021年のみ推定値となっております。1921年から1929年の累計は1921年から1930年の累計値から1930年を引いたものを使用しております。1930年からは国ごとのデータもありますが、一部の国は推定値となっておりました。
ちなみにワールドゴールドカウンセルは1987年設立で、世界の鉱山会社からなる協会でイギリスに本部があります。USGS は1879年設立で、アメリカの内務省管轄の公的機関になります。金の地上在庫の推定値です。50メートル国際基準プール約4杯分の金の重量の計算です。約4杯というのは小数点第1位を四捨五入するとしたら 3.5 杯以上 4.5 杯未満なので、これから計算すると16万9727から21万8219トンになります。次、田中金属工業さんの資料です。こちらは何度も説明しておりますが、19万40トンです。ただし、いつのデータなのかは分かりません。次に、5年間の地上在庫をすべて出しますが、約4杯分の範囲内です。1本目の動画が2018年7月30日で、2本目の動画が2019年6月18日でしたが、こちらのデータと比較してもほぼイコールです。金の採掘量の累計値です。先ほどのデータはすべて推定値でしたが、今回は一部のみ推定値となっております。1493年からのデータですが、1杯に達するのが453年後の1946年です。2021年の時点で4杯には達しておりませんが、小数点第1位を四捨五入して約4杯です。3.5 杯を超えたのが2015年になります。累計は18万8722トンで、田中金属工業様の資料の19万40トンに1318トン不足ですが、大きな差ではなく、当然約4杯になります。このデータは米国の公的機関のものなので、アメリカ大陸発見の1492年10月12日の翌年の1493年からだと思われます。1493年より以前の金の採掘量を予測してみます。田中金属さんのホームページに、人類が初めて金を手にしたのは今から6000年前だと言われておりますと記載されております。ただし、三菱マテリアルさんのホームページには7000から8000年前と書かれていますので、参考程度としてください。一番古いデータが1493年から1880年の総採掘量で1万390トンです。年平均にすると約27トンになります。これが6000年前から継続していると考えると、1493年以前の総採掘量は27トン ×5500 年分で14万8500トンになります。これだけで国際基準プール3杯分になってしまいます。金を採掘する技術はどんどん上がっているので、1493年より前が27トン採掘できたとは思えませんが、金は非常に重たい金属で、地表よりも深いところに多く存在します。地表付近にも火山の噴火なので、昔は多く存在したので、1493年付近より昔の方が金がたくさん採掘できた可能性もあります。ということで、やはりないデータの予測はやめます。まとめです。金って世界中から集めても国際基準プール約4杯分で本当について調査しておりましたが、隠れている条件がありましたので、もし実際は5杯分以上採掘されていたとしても、実は有史以来なんですよと言われてしまえばそれで終わりな気がします。もう一つ、国際基準プールは長さが50メートルで、一般人は25メートルプールをイメージする気がしますが、50メートルと言ってしまうと25メートルとイメージした時より多く感じてしまい、金の希少性が少なく感じるから言わなかったのでしょうか。最後です。金の総量調査結果です。2017年末地上在庫予測約19万1000トン。これは国際基準プール約4杯分です。1493年から2021年の総採掘量約18万8722トン。これも国際基準プール約4杯分です。ということで、50メートル国際基準プール約4杯分は
有史以来で、約6000年前から現在では約4杯分とは言い切れないということが分かりました。否定的コメント予測です。金が発見された6000年前にはシュメール人がくさび型文字を使っていたので、6000年前が有史以来ではないか。その通りだと思います。1493年より前のデータが見つけられず申し訳ありません。ただし、金の地上在庫と総採掘量に大差がないので、歴史的なことを加味しても約5杯にはならないと思います。たとえ2倍の約8杯だとしても、金の貴重さは変わらないでしょう。と言っても納得できないと思いますので、補足として金にまつわる歴史を説明いたします。紀元前の部分はいくつか違った説が存在しますので、年号は参考程度に考えてください。紀元前4000年頃、いわゆるメソポタミア文明で最古の都市ウルの遺跡からシュメール人が作った金細工品が発見されました。またシュメール人がくさび型文字を発明いたしました。同時期にブルガリアのバルナ墓地から発見された金細工品が世界最古とも言われております。紀元前1300年頃、ツタンカーメンが在位していた頃で、墓から黄金のマスクなど金細工品が複数発掘されました。15世紀、鉱石の粉砕に水車が利用されました。キネウスの動力として利用されております。1492年10月、コロンブスがアメリカ大陸周辺のサンサルバドル島に到着。19世紀中頃、ワットが新方式の蒸気機関を開発。鉱脈を手掘りから蒸気機関へ移行した時期になります。世界初の有線国際通信がイギリス・フランス間で開通いたしました。19世紀後半、ダイナマイトが普及。これにより鉱脈をダイナマイトで破壊することで効率が上がりました。エジソンが列車無線を実用化。シアン化法により金の含有量が少ない鉱石からも金の抽出が可能になりました。19世紀中頃以降、金の生産技術が加速していったことが分かります。先ほどシアン化法にて金の含有量の少ない鉱石から金の抽出ができるようになったと説明いたしましたが、地球上に存在する金はナゲットと言われる金の塊や砂金、金鉱石の状態で存在いたします。ナゲットの状態で金が見つかれば効率が良いのですが、過去のゴールドラッシュなので地表付近の量が減って現在は一番取りにくい状態の鉱石の状態で金を多く採掘しております。金は地球上に多く存在するケイ素や鉄などと比べてかなり重いので、地球の深いところに多く存在します。当然深いところから採掘するのはコストが高くなるので、金の含有量が少ない地表付近の鉱石からも金が取れれば安くなり、それを行うためにシアン化法が考えられました。次に1931年の国別の金の採掘量を見てみます。合計は約695トンです。アフリカ、カナダ、米国、ソビエト連邦、オーストラリア、メキシコ、日本、たったこれだけの国で 91.3% にあたる約634トンが採掘されております。もしこれらの国が過去全く金が取れなければ、6000年前から現在まででプール約5杯にはならないでしょう。しかしこちらの全く金が取れていないような国が過去にたくさん採掘できたならば、プール5杯分にはなるかもしれません。次は2013年の国別採掘量です。合計は約2963トンです。1931年と比べて4倍以上の採掘量です。
順位としては中国が1位となっていることと、採掘量も1931年が約3トンから約428トンにまで大幅に増えていることが違いです。あと注目するのはその他の量です。1931年のデータでは統計でゼロだった国以外をすべて記載しています。その他の項目は最初からありました。2013年は国数がかなり増えており、その他はありませんでした。1931年はその他を含めて28カ国あったので、2013年も28カ国になるように、上位27カ国以外をすべてその他にしました。その結果、その他は2位になっております。結果としては、金生産の技術向上により、金を採掘できる国が増えたことが、金の総採掘量を4倍以上にした要因であると考えるのが妥当で、15世紀より以前は、金の採掘量はそれほど多くなかったと考えるのが妥当な気がします。1931年に金の採掘量が多かった国の金採掘の歴史を簡単に探してみました。その中で採掘量がはっきり記載あったものが一つだけあります。北東アフリカで紀元前3000年頃のヌビアの古代エジプト人にて年間推定40トン産出という情報がありました。これは何年間か分かりませんが、古代エジプトは約3000年と言われておりますので、単純に3000倍すると12万トンになります。これだけで国際基準プール2杯以上になります。ただし3000年間継続するとは考えにくいので別の考え方をしてみます。四捨五入して5杯分になる 4.5 杯になるには約28,200トン不足で、40トンが約705年間だけ継続すれば到達します。これならば他の国の分も考慮すれば約5杯分に届きそうな気もします。最後に、ということで結局国際基準プール4杯分が正しいかどうか全然わからない内容になってしまいましたが、実はこれを調べたかったわけではなく、投資話や勧誘などする際はできるだけわかりやすく大げさに言うところがありますので、皆さんもこのような話があった場合は全て信用せずに自分でいろいろ調べてから行うようにしてください。ということで長い動画でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。